坂本龍馬さんたちにご挨拶をしていざ出発。皆さんこんにちは、しおねるです。本日はこちら高知駅に来ております。今日は時の夜明けの物語に乗車します。四国の物語列車に乗るのは初めてなので、今からどんな体験になるのかとっても楽しみです。行ってきます。切符は1ヶ月前に緑の窓口で座席指定をして購入しました。全車グリーン車指定席で、乗車券の他に特急券とグリーン券が必要です。旅行会社か座席の指定はできませんが、インターネットでの予約も可能です。発車表の文字フォントも時代を感じさせますよね。ちょうど駅前にアンパンマンの路面電車が止まっていますが、高知にはアンパンマン列車も走っており、駅がアンパンマンだらけです。アンパンマン駅といっても過言ではないくらい。ここから乗車するのが JR 四国の観光用物語列車の第3弾として誕生した四国土佐時の夜明けの物語立志の章。高知県の高知駅から窪川駅間を走ります。高知駅から高知県の左下に向かっていく感じですね。深いワインレッドと金の装飾が幕末を象徴するような重厚感とドラマチックさを感じさせる車体。坂本龍馬さんが大きく描かれています。一方で白と金を基調にした車両は時の夜明けを想像させる爽やかさ。青く輝くライトが希望を感じさせ、少し神殿っぽい雰囲気もあるような気がします。それぞれ全く違うコンセプトだけどつながっている。乗る前から物語を感じて面白いですね。今回乗車するのは1号車の黒船。ありがとうございます。入ってまずただ純粋に綺麗だなと思いました。クラシカルでキラキラと優しい明かりが灯る車内、別世界に来たような感じです。青空の下、志を語り合いながら航海する蒸気船をイメージし、文明開化期や19世紀末の芸術を思わせるデザインに仕上げられているそう。奥には舵があって、時代の流れに乗って実際に航海をしているみたい。1名利用の席と3から4名で利用できるボックス席があります。2号車も見に行ってみましょう。扉は鏡になっていて、空気感が遮断されているのが印象的。ガラッと雰囲気が変わりますね。空想科学上の宇宙船をイメージしているそう。座席は海側で、端っこの 1A 席を選びました。座席下には荷物が入ります。座ってみるとよりこの世界に入り込んだようですね。このライト、他の列車にはなかなかないですよね。隅っこまで精巧に作られ、美意識が高い列車で心が惹かれます。ご乗車ありがとうございます。はい。お食事券お持ちですか？はい。発車前に食事券のチェック。この列車では事前予約制で食事を楽しむことができます。乗車券等を購入後、私は旅はバイウェスターで購入しました。目の前には大きな窓。端の席なので独り占めできちゃいます。この黒いものがこの列車を楽しむ秘密。ドラの音が鳴り響き、いよいよ時代が動き出す。そう思わせる瞬間です。進行方向右下の広場から地元の方が旗を振ってお見送りでございます。
こから坂本龍馬など幕末の志士たちが踏破した脱藩の道と一部並行しながら久保川駅へ向かいます。本日は四国土佐時のやかの物語立志の章にご乗車くださいまして誠にありがとうございます。龍馬が志を持って旅立つ様子をイメージし、現在乗車中の下りの便名には立志の章と付けられています。早速見えてきたのは高知の町のシンボル、高知城。関ヶ原の戦いの功績にあり、徳川家康から土佐一国の授かった初代土佐藩主山内勝豊が1601年に築城を始めたお城です。現在通過中の入谷駅は坂本龍馬生誕の地に近い駅。この観光列車運行開始に合わせて志の龍馬駅という愛称名が付けられています。車内にはお水、お茶以外の飲食物の持ち込みは不可。お水を持ってきたのですが食事に含まれていたようで持ってこなくても大丈夫でした。やっぱり窓側を向いての乗車は車窓が見やすくていいですね。周辺には龍馬が通った杵の道場や龍馬の同志であった万十屋長次郎の家もあります。アテンダントさんによる歴史や土地の話に耳を傾けながら進む列車は坂本龍馬の物語を一緒に旅しているような時間。乗車は2時間半。コンセントがあるので充電器を忘れずに持ってきて思う存分素敵な車内や景色を写真に残しましょう。日よけはすだれになっていて閉めても世界観が崩れずおしゃれ。旭駅にあったのは高知線の歌の看板。今走っている JR 土山線は以前は九鉄の高知線。高知線の開通を祝って作られた歌だそうです。かつて幼い坂本龍馬が泳いだと言われる鏡川。龍馬の姉は龍馬の腰に縄をくくりつけて泳ぎを教えたそうです。大きく旗を振ってお見送りしてくださっている地元の方。こういったおもてなしがこの列車の旅をさらに特別なものにしてくれますね。車内販売でドリンクを購入。見た目にも惹かれましたが、こちらはなんと1号車と同じ黒船という名前のドリンクで高知県産柚子シロップとコーラの組み合わせ。コーラが爽やかになって美味しい。今日は若干暑かったのでシュワシュワ感もいいですね。さっきからカンカンと音が聞こえるタイミングがあると思うのですが、この列車のすごい特徴の一つ、なんと最初に少し出てきた黒いレバーを引くことで座席をぐるっと180度回転できるんです。ここまで豪快に回転できるのは初めて。窓側に向いた座席だと一方の景色しか見られないのが惜しいポイントではありますが、左右どちらの車窓も自分の好きなタイミングで快適に見放題。乗車から30分、食事の時間です。ランチョンマット、お箸入れもオリジナルデザインで気分が上がります。またまた沿線からのお見送り。海と山の季節の料理が色鮮やか。ではいただきますと、その前にまたまたお見送り。たくさんの鯉のぼりも一緒です。現在は仁淀川橋梁を渡っています。下を流れているのは透明度の高さと仁淀ブルーと呼ばれるその美しい水の色が特徴的な仁淀川。
車内からもその透明度を実感できます。橋梁を渡りきる頃にもお見送りを受けて、さあいただきます。炊き込みご飯も届きました。いい香り。のどかな風景を走るのも好きですが、人々の暮らしの近くを走り抜けるのも好きです。まずは新玉ねぎと桜鯛のカルパッチョ。一口目からじんわりと春の味が広がっていくようです。四万十鶏天。お肉も野菜も美味しい。草加駅に到着。ここでは降車して物産販売や駅見学を楽しめます。草加駅がある日高村はシュガートマトの名産地ということで、地元の皆様もキャラクターたちも素敵なトマトの帽子をかぶってお出迎えしてくれています。約10分という短い時間ではありましたが、列車に戻った後もホームではずっとダンスを踊ってくださっていて、列車が見えなくなるその瞬間まで太陽のような笑顔で手を振ってくれる姿に胸がいっぱいになりました。時間がなく迷いましたが、手作りのポチ袋が可愛かったので購入。列車は再び窪川に向かって走り出しました。座席に戻ると食べかけの食事にはカバーが。ほんの少しの間席を離れていただけなのに、こうした細やかな気配りに驚きました。食事の予約は乗車日の1ヶ月前から4日前まで。こちら価格はですね、5500円です。せっかくの乗車なので奮発しました。乗車券、特急券、グリーン券が合わせて4540円なので、食事も合わせると乗車にかかった料金は1万40円です。ごちそうって視覚でも味わうんだなと再認識。土佐鴨駅に到着。待ってくれていたのはなんと牛さんのおもてなしは初めてです。サービス精神旺盛な牛さんのおかげで車内みんなが笑顔に。地元の方のお見送りで出発です。列車の音楽はすべてここ佐川町在住の音楽家花形正樹さんに作曲いただきました。この列車に乗ってすぐにトンネル通過が楽しみだなと思っていたんです。トンネルに入ると車内の明かりの美しさが際立ってぐっと雰囲気が深まります。食後にマカロンとコーヒーが出てきました。トンネルの合間にちらりと見えるのは炭酸カルシウムを製造している白石工業土佐工場。その独特の外見から要塞とも呼ばれているそうで、他にはない景色を生み出していますね。この列車に乗っていて驚いたのがお手振りの多さ。駅だけでなくいろんな場所から歓迎してくれるんです。
本一を誇ります。高知県はみょうがの生産地としても有名なんですね。知らなかった歴史やエピソードを知るたびに、この列車の旅がどんどん面白くなっていきました。デザートのマカロンは想像以上の美味しさでびっくり。何個も食べたくなっちゃいました。土佐を代表する民謡といえばよさこい節が有名です。土佐の高知の有馬や橋で本山かんざしかうごみだ土佐のよさこの有名な歌詞には幕末の悲しい恋物語が歌われています。歌詞に出てくる有馬屋橋は実は日本三大がっかりスポットにも選ばれていますが、高知市内を観光する際にはぜひ一度確かめてみてはいかがでしょうか。国道のご主人見えているのは土佐湾のほぼ中心に位置する須崎港。石灰石やセメント、木材関連の企業が集まり、四国随一の工業港として機能しているそう。土讃線の起点、発祥の地である須崎駅を追加。須崎は鍋焼きラーメンも有名ですよね。トンネルを抜け、光に包み込まれると見えてくるのは、どこまでも続く太平洋の海原。ただただこの景色を眺めていたい、そんな時間です。列車は阿波駅に到着。ここは海の見える駅。見えるどころか目の前にあります。広がる青い海と静かに佇む列車。上品で凛とした光景。列車本数も少なく、この時間の特別さに嬉しくなります。たった数分なのにずっと記憶に残りそうな時間でした。土佐久礼駅に到着。ここが一つ目の降車駅。降りる方もたくさんいますね。ここにある呉大正町市場のカツオのたたきが美味しいと地元の方に聞いたので、次はぜひ食べてみたいですね。さあ、旅もラストスパートです。
きまで眺めていた景色も通り過ぎた街も頭の中でまだゆっくり回っていて、旅が終わるという実感が湧いてきません。歴史の足音をたどるように進みながら今の暮らしが重なるのを感じる。楽しいだけじゃ足りない不思議な心地よさのある旅でした。終点の窪川駅には四国霊場第37番札所の岩本寺や四万十川で有名な沈下橋など観光スポットがあるので、そこを巡ってから高知駅に戻ろうと思います。こちらが JR 窪川駅の駅舎。右隣には四万十町の役場があります。そして左隣には土佐黒潮鉄道の窪川駅。この駅舎前から発車しているバスに乗って一斗氷沈下橋へ。はい、今一斗氷沈下橋の近くでバスで一斗氷バス停まで来たんですけど、なんか特にバス停らしきものはない。あ、反対側にはありました。降りるところにはないんだ。よし、ここから歩いたらね、すぐのところに一斗氷沈下橋があります。わあ、すごい気持ちいい。これはネギか下に何か埋まってんのかなですけど、今日は今22度。めっちゃあったかいです。でも風があってすごく気持ちいいぐらい。わあ、はい、こちらが一斗氷沈下橋です。四万十川に現存する沈下橋の中では最も古い沈下橋だそうです。国の登録文化財にも登録されています。あー、すごい綺麗。水が透き通ってる。ちょっと渡ってみます。わー、なんかすごい、ここが埋まるんだ。まあでも確かにな、結構水面近いし、ここは結構なんて言うんだろう、小規模ではあるんですけど、一番古いということで、あと窪川駅からバスで20分ぐらいで行けるので、それが結構いいなと思います。雰囲気が最高ですね。ていうか本当に水が綺麗。すごい、ずっと痛くなる。ということで、本日も最後まで見ていただきありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。